私の名前はレイナ。年齢は28歳で、職業は新人の舞台俳優です。2つ年下の妹、レイジュと共に父と母の間に生まれ、大切に育てられてきました。父は仕事が忙しくて、ほとんど家にはいませんでしたが、休みの日には妹と共にたくさん遊んでもらったり、演劇を見せてもらったりしたのを覚えています。母は父ほどではないものの、仕事が忙しかったですが、どんな時も私や妹の味方でいてくれて、常に穏やかで温かい人でした。だからこそ、私と妹は両親のことが大好きで、両親も私と妹をとても愛してくれていました。そんな中で、私は結婚に対して少し夢を見ていました。大好きな人と結婚して、両親のように温かい家庭が2つも合わさったら、どんなに幸福なことだろうと。それはただの幻想に過ぎないと笑い飛ばされると頭で理解していても、私はそう夢を見続けるぐらい自分の家族に自信を持っていました。そんな中で、私は今の夫である清と出会ったのです。私と彼の出会いは神奈川のとある音楽演劇系の私立大学で、最初は所属する学科こそ違って偶然同じになった授業で一緒になったり、あとは時々遊んだり話したり、食事やお茶をしたりする程度の中でしたが、お互い違う環境で過ごしているからこそ見えている景色も違い、そこに惹かれ合うことで少しずつ距離を縮めていきました。それから大学を卒業した後も交際を続けること3年、私は清からプロポーズを受けました。俺の家族もレイナの家族と同じように仲がいいんだ。だからきっと俺たちもいい家族になれると思う。こんなことを言ってくれるくらいですから、思わず私も期待してしまったのです。この言葉を信じて、私は清と結婚。それはもう幸せな結婚生活を思い描いていましたが、現実はそんなに甘くはなく、むしろこの決断が自分の人生を大きく狂わされるということを、この時の私は知る由もなかったのです。ある日、義母から私のもとにこんな連絡が寄せられてきました。レイナさん、いつになったら一緒に暮らすつもりなのかしら。早く心を決めてちょうだい。一緒にですか、お母さん？結婚前、私と清は大学進学の際に私が借りたアパートで同棲生活をしていて、結婚後も2人でそこで暮らしていました。特に子供がいるわけでもなく、そして子供についてはまだ考える予定もなかったので、当分の間はここで暮らしていくつもりだったのです。しかし義母は私と違った考えを持っていたようでした。清と結婚して我が家に嫁いだということは一緒に暮らすことよ。少し考えればわかるでしょ。はあ、そういうものなのですか？清からは何も聞いていないのですけど。何よ、旦那に言われないとわからないの？もう少し自分の頭を使って考えなさいよ。お母さん、そんな言い方。言い方が何？私が何か間違ったことを言ってるとでも？その根拠は？いえ、すみません。それでしたら少し時間をいただけませんか？清と相談していつ伺うか決めたいので。こうして私の新婚生活は開始早々に義両親との同居生活に切り替わりました。同居自体に嫌な思いはなかったのですが、私にはここから少しだけ気になっていることが出てきました。例えばある日、義実家で掃除をしていた時のことです。ちょっと、この掃除の仕方は何？これでも掃除をしたつもりなの？ちっとも汚れが落ちていないじゃない。いきなり何ですか？お母さんに言われた通り、なるべく丁寧にしたつもりなのですが、私は義母から丁寧な掃除を心がけなさいと言われたので、掃き掃除も拭き掃除もし、その後に粘着テープで細かいホコリも取りました。水気の拭き取りやカビ取りだって定期的にやっていたのです。はあ？見てわからないの？これよ、このティーカップと灰皿。コーヒー汚れと吸い殻があるでしょ？いえ、それはたった今お父さんが使ったもので。家はリラックスできるところであるべきでしょ？それなのに。
こんなカップと灰皿。あなたに妻として抱くべき敬意の念がないからこんなことになるの。ちょっと待ってください、お母さん。いくらなんでもそんな言い方。つい先ほど、掃除をしているそばで、義父がコーヒーとタバコで一服していました。それにより、きれいにしたばかりのティーカップと灰皿に、コーヒー一杯分の汚れとタバコ一本分の灰が溜まっただけの話です。さすがにそこまでの対応なんてできるわけがありません。私はこの正直な思いを伝えたのですが、義母には伝わりませんでした。そしてまたある日、私が作った夕食に義母は露骨に嫌そうな大声でケチをつけてきたのです。ちょっと、このスープは何なの？食べられたものじゃないわ。どんなものを食べさせられてきたらこんな味覚になるのかしら。それはごく普通のスープとしての味付けだと思うのですが、一体どんな風にお口に合わなかったのですか？何よ、言われなくちゃわからないの？味が濃すぎるのよ。私たちの健康が脅かされるわ。そんなに濃くしていないはずなのですが、とにかく次からもっと気をつけます。そうしてちょうだい。あなたと過ごしていると命が持たないわ。私は味付けも含めた自分の料理の腕前はプロとまではいかなくても、命が持たないほど言われるほど悪くはないと思っています。しかし、どれだけ丁寧に味付けやその他の工夫をしても、義母の気に入るものになることはありませんでした。そんな風に、私はどうすればいいのかよくわからず、それよりも自分のどこが気に入らなくてこんな仕打ちをしてくるのか、理解に苦しみ続けながら日々を過ごしました。その結果、毎日がストレスフルで精神的に追い詰められて無気力な時間が増えていき、平日の舞台俳優の稽古でもミスを連発して先輩や同僚に注意されることも多くなりました。義母と私のそんなやりとりを見ていても、義父も清も一切止めてくれませんでした。むしろ無言でうなずいたり、うるさいという顔をして義母の肩を持つことがほとんどでした。私は最初のうちはどこも結婚して同居すればこんなものかと思い、自分の中で消化しなければと必死に頑張っていたのですが、ある日、ついにその事件は起きたのです。私が用意したお茶とお菓子がなっていないといつものように嫌味を言ってくる義母。この頃にはかなり慣れてきて、自分でも驚くくらい心を動かすこともなくなっていました。そんな私の反応をつまらなく感じたのか、義母の攻撃はいつもと違っていたのです。まったくどうなっているのかしら、レイナさんは。何をやらせても全然ダメじゃない。育ってきた家庭を知りたいくらいよ。一体何がおっしゃりたいのです？私は両親にはちゃんと育ててもらってきました。出来が悪いと言えば悪いかもしれませんが。あら、今日も口答えをしてくるの？そういうところよ。普通は義理の親に口答えをするような子供に育てないわ。よっぽど親の教育がなってないのね。あなたのお父様はろくな学歴もないんでしょ？その言葉を聞いた一瞬、私は頭が真っ白になりました。今、何とおっしゃいました？お父様はろくな学歴もないよ。これでいいの？ちょっと待ってください。どうしてそこでうちの父を引き合いに出すのです？ほらまた口答え。だからダメなのよ。育ちが悪いのがもろに出てるわ。だから待ってくださいと言っています。私を罵倒するのは結構ですが、私の家族を罵倒するのだけはやめていただけますか？私にも我慢できることとできないことがあるんです。私は思わず自分の声に力が入るのを感じました。さらにほんの少し睨んでしまったのを義母は見逃しませんでした。これだから低学歴の親を持つ子は嫌なのよ。そやで手に負えないもの。いい加減にしてください。私の親のことを言うのはやめてほしいと言ってるんです。私だけならまだしも、私の親まで攻撃するのはさすがに卑怯だとは思わないのですか？卑怯ですって？そういう言いがかりをつけてくるなら、あなたもやっぱり頭が悪いのね。あなたの出来の悪さが物語ってるじゃない。何もできない低能の親に育てられてかわいそうに。
親は選べないって言うものね。私が言い返してくるのが面白いのか、義母はさらに父、そして母のことも侮辱してきたのです。そしてついに我慢の限界を迎えた私は、こう怒りの大声を発しました。いい加減にしろって言ってるんです。私はもうあなたの顔色を伺いながら過ごす気はありません。それ以前に同居なんてするつもりではありませんでしたし。ははは、何をそんなに逆ギレしてるのよ。私たちは何もできないあなたを拾ってあげて、そして育ててあげてるの。大した教育を受けられなくてかわいそうだからね。むしろ感謝の意を述べるべきなのよ。義母はニヤニヤと気持ち悪い笑いを浮かべながら私を煽ってきました。それにますます感情的になってしまった私は、テーブルをバンと叩いてさらに大声を出しました。だからいい加減にしろって言ってるのがわからないのですか。あなたにそんなくだらない言いがかりをつけられる筋合いなんてありません。私の父も母も少なくともあなたのように他人を侮辱して楽しむ教育をする人ではないのです。私のその言葉に義母が顔から笑いを消して、怒りと不快に表情を歪めた途端、私と義母のやりとりを聞いていた義父が初めて口を聞いたのです。おい、お前はここをどこだと思っている。俺の妻に向かってその態度は何だ。お前は俺たちへの敬意という言葉を知らんのか。何ですって？妻はお前に指導をしてやってるだけだろう。そしてお前は清と結婚して俺たちに嫁いだ身だ。それらをまとめてありがたく受け入れるのが流儀というものだろうが。何が指導してやっているですか？何がありがたく受け入れるのが流儀ですか？あなたこそやっとその口を開いたかと思えば、ふざけたことを抜かさないでください。義父に対しても私は怒りの言葉を爆発させました。それに正直に言いますが、敬意の毛の字すらありませんよ。何をやっても嫌味や文句ばかり言いたい放題なだけですよね。その瞬間、私は右頬に鋭い痛みが走り、視界と体が大きく揺らいで近くにあったソファーに倒れ込んでしまいました。突然のことに驚き、そして痛みと鉄の味を覚えた時、いつの間にか椅子から立ち上がっていた義父がいた気高に言いました。まったくもって呆れた女だ。お前はやはりこの家にふさわしくない。この強烈ビンタを食らわせることも含めて、よりきつい指導が必要なようだな。手を宙にかざしたままそう睨んでくる義父は、口答えをする私に向かってかなり苛立っているようでした。一方の清はこのやりとりの一連を見ていましたが、我関せずという感じで何も言ってこなかったのです。そんな清の態度にさらなる怒りが湧き上がった私は、清に向かってこう大声を出しました。ちょっと前々から思ってたけど、何を黙って見てるのよ。私がここまでされても何もしない、言わないってどういうことよ。あなたにとって私は何だって言うのよ。私の大声に清も苛立った表情になって大行に舌打ちしてからこう返してきました。決まってるだろ。お前は俺と結婚してこの家に入った。ただそれだけの存在だよ。お前とはそもそも顔とスタイルが良かったから好きになって結婚しただけだ。何ですって？じゃああのプロポーズも本心じゃなかったの？あの時に言ったいい家族になれると思うという言葉も嘘だったっていうの？ああ、そうだよ。お前をその気にさせるための言葉だよ。だから何？それのどこが悪いってんだよ。そう吐き捨ててきた清に、私は再び頭が真っ白になるのを感じました。ここまで手のひらを返してきた清にも義両親にも愛想が一気につき、失望と怒りしか感じられなくなった私は即座に決意したのです。そう、あなたも私のことを今までずっと騙してもてあそんでいたわけね。もういいわ。私もこんな頭のおかしい家には我慢の限界。そんなに私が嫌だと言うなら、この家に宣戦布告させてもらいます。なんだと？それはつまり俺たちの決めた通りにしないということか。いいだろう。
だったらその言葉の通り今すぐ出ていけ。義父の言葉をそのまま受け取り、私は早々に荷物をまとめて義実家を後にしました。この時私は自分の中でどうにか収めようと努めましたが、言葉だけでなく手まで挙げられた以上、私にはもう限界でした。その日の夕方、顔を腫らして大きな荷物を抱えた私が実家に帰ってくると、驚いた様子の両親と妹が出迎えてきました。姉さん、どうしたのその顔と荷物、一体何があったの？真っ先にそう声をかけてきた妹、両親に私は悔し涙を流しながらこれまでの経緯を話しました。清さんまで本当に姉さんにそんなことを言ったの？なんてことを。許せない。よく頑張ったわね。レイナ、あなたは間違っていないわ。それに、そんな顔になってまで私たちを守ろうとしてくれてありがとう。妹は義実家に怒り、母は私を抱きしめるとともに、優しい口調で慰めてくれました。一方の父は、険しい表情と無言になって何かを考えるような素振りをしていました。その時、妹が怒りの表情で玄関に向かおうとしたのを見て、父が口を開きました。待てレイジュ、どこへ行くつもりだ？決まってるでしょ。ケオスさんの家よ。気づけなかった私も私だけど、自分たちの言う通りにしないからって、姉さんにここまでやるなんてめちゃくちゃよ。だから止めないで。待てと言っている。お前の気持ちはわかるが、まずは落ち着くんだ。家を飛び出そうとする妹を抑えるとともに、父はこんなことを言い始めたのです。こんなことになったのはお父さんの責任でもある。だからお父さんが何とかする。レイジュ、お前はお母さんと共にレイナの体と心のケアに努めなさい。普段はこんなことを言わない父に、妹ともども驚かされた私ですが、いつになく真剣な父の表情に、私は妹と共に信じることにしました。その後、私は父に言われた通り、離婚届を書き、義実家へと送りつけました。清は、あの日に私に言いたいことは言ったと思ったのか、彼から特に反論が来ることはありませんでした。それから数日後、事態が急展開したのです。おい、まさか被害届を出したのはお前か？それにおふくろや俺まで共犯みたいな扱いされて、どういうことなんだよ。清から突然電話がかかってきました。今さら何の用なのかしら。急に連絡をしてくるのはやめてほしいわね。私たちはもうあの日に終わったのよ。最低最悪の形でね。今日いきなり親父の会社に警察がやってきて、お前への暴行罪ということで親父はいきなり連れて行かれたんだよ。しかも親父だけじゃなく、俺やおふくろにも損害賠償請求の通知が来たんだ。しかも親父だけじゃねえ。おふくろも俺もレーナを傷つけたから損害賠償されて当然だって言われたんだ。何が起きているのかを聞くと、私に手を挙げた義父が職場で警察に逮捕されたのと同じ頃、清と義母にも私が所属する劇団から損害賠償請求が送られてきたというのです。その理由が、劇団の所属俳優に怪我をさせただけでなく、義母だけでなく、清も不誠実な態度で精神的ストレスを与えたことで、俳優の活動に支障をきたさせたことが原因だというのでした。義父のことは分かったが、どうして劇団が自分のために動くようなことをしたのか、そう疑問に思いながら、私が電話で清と押し問答をしていると、父が近寄ってきて電話を代わったのです。清くんか。被害届を出したのと損害賠償請求の郵便を送ったのは私だ。君と君のご両親の横暴のせいでレーナが俳優としての活動に支障をきたしてしまったからな。どうしてレーナのお父さんが出てくるんですか？関係ないですよね。ふん、ぬすっとたけだけしいとはまさにこのことだな。自慢するつもりはないが、君たちは私の名前を聞いて誰だかわからないわけではないだろう。そして新人とはいえ、レーナが私の所属する劇団の俳優だということは知らないのか？お父さん、名前を聞いてまさかと思ってましたけど、あなたが？それにレーナがあの劇団スカットファンタジアの？実は父は都内でも人気の劇団の舞台俳優であり、さらに
トップスターとしても有名でした。俳優としての演技力はもちろん、俳優たちのリーダーとして行動力や発言力も高いため、俳優たちはもちろん、監督も熱い信頼を寄せていると聞いています。そんな父への憧れから、私も父と同じ劇団の門を叩き、舞台俳優の道を歩き始めたのです。そして今回の一件で、父は劇団での稽古の際、私が自分で収めようと我慢していたこともありますが、いつもなら練習に熱心に取り組む私が、どこか消極的に見える態度で取り組んでいる上に、ミスを連発している様子に、父は違和感を覚えたのだそうでした。父は私に何かあったのか尋ねようとしましたが、他の俳優や制作陣との今後の活動の打ち合わせなどがあったのと、娘も仕事と結婚生活を両立させるのに頑張っていると思ったのとで、今まで放っておいてしまったのだとのことでした。そんな私の甘さが招いた結果でもあるとはいえ、君と君のご家族はうちの大切な娘で舞台俳優に活動をきたすほどの暴挙を振る舞った。そこを踏まえて監督たちはもちろん弁護士にも相談したら、警察への相談も損害賠償もやむを得ないレベルという話になったんだ。しかしそれは。それとレイナからこんな話も聞かせてもらった。君のご家族は私だけでなく私の妻まで侮辱したということを。私は愚か、私の大切な家族までここまで無下にするとは、いい度胸だな。それは誤解です。確かに手を挙げてしまったのは、うちの親父がさすがに少しやりすぎたこともありますが。それだけではない。離婚してからも君のお母さんからレイナに嫌味の連絡がたくさん届いていたよ。レイナの証言と診断書と合わせて動かぬ証拠だ。父は清のことを冷静に追い詰めていきました。とにかく私はこの一件で自分の甘さを痛感し、君と君の家族には愛想がつかされた。私は君たちにどう思われようと被害届も損害賠償も取り下げない。そんなの困ります。公私混同じゃないですか。文句があるなら弁護士を通せ。その前にこれ以上警察沙汰になる前に誠意を見せることだな。父はそう言い切ると電話を切ってしまいました。それから元義実家がどうなったのかというと、義父は未だ警察に留置されており、さらに今回の騒動を起こしたことで会社からは懲戒解雇の処分を下され、あっという間に無職と前科付きの合わせ技を受けました。清と義母は損害賠償の金額が高すぎると弁護士越しに父と劇団に抗議しましたが、その前に弁護士に請求としては妥当な案件と論破されたとのことでした。その結果、清と義母は最後の悪あがきとして裁判所から再三送られた損害賠償の通知を無視して、ある日どこかへ夜逃げしましたが、すぐに警察に捕まってしまい、損害賠償と慰謝料を払わさせられ、さらにこの騒動で清も会社を懲戒解雇。あっという間に無職と借金持ちとなった清と義母はホームレスとなり、現在は互いを罵り合いながらとある公園で暮らしているそうです。私はこの一件で結婚はこりごりとなり、今は舞台俳優の仕事を恋人だと思うようにし、そして妹と共に両親に親孝行をすることに注力して、家族の絆をより深めようと決意しました。